はいどうも皆さんこんにちは。今回は日本から見た第一次世界大戦についてお話ししていきます。前回の動画ではヨーロッパを中心に第一次世界大戦について見てきましたが、今回の動画では日本を中心にその話題を取り上げます。それでは早速お話を始めていきましょう。日露戦争の勝利により日本はロシアから満州の権益を引き継ぎました。しかしこれらの権益には期限があり、数年後に期限が切れることになっていました。日本はこの期限を延長したいと考えていたのです。さらに当時の日本では様々な人々が予算を回してくれと主張していました。しかし日本は日露戦争に莫大なお金を使ったため、財政的な問題に直面していたのです。こうして日本は満州問題と財政問題の両方を解決する必要に迫られていきます。これらの問題を一気に解決する出来事が起こりました。それが第一次世界大戦です。今まで欧米列強は中国に注目していましたが、第一次世界大戦が起こるとその目はヨーロッパに集中します。こうなると日本は動きやすくなりました。この機会を利用して満州の期限を延長に持ち込み、武器や弾薬をヨーロッパに対して売ろう。そうすれば問題を解決することができる。そう考えたのです。このような考えのもと、日本は行動を始めました。ということで第一次世界大戦において日本がどのように行動したのかを4つに分けてお話しします。まずは戦闘、次に思想、そして経済、最後に政治の順番でお話ししていきましょう。まずは戦闘についてです。第一次世界大戦はイギリス、フランス、ロシアの連合軍とドイツ、オーストリア・ハンガリーの同盟国の戦いでした。当時日本はイギリスと日英同盟を結んでいましたので、イギリスがいる連合軍の陣営に加わり第一次世界大戦に参戦しています。こうなると日本の敵はドイツ、オーストリアの同盟国です。こうして日本はドイツに対して宣戦布告、日本の近くにあるドイツの勢力圏に攻め込んでいきます。先に山東半島の戦い、後に南洋諸島の戦いの順番で見ていきましょう。まずは山東半島の戦いについてです。山東半島は当時ドイツが中国から租借していた場所でした。ここを日本はイギリスとともに攻撃しましたが、当時の中国は大戦が中国に波及するのを恐れており、局外中立を宣言していました。そのため中国領内での戦闘行為を禁止していたのです。しかし日本は山東半島周辺を戦闘地域として認めるように中国政府に要請。これを承認したことで戦いが始まっていきます。日本軍は山東半島に上陸しましたが、ドイツ軍が選択したのは籠城戦。山東鉄道も占領し、慎重に準備をした上で総攻撃を開始しました。この総攻撃でドイツ軍は降伏。その後山東半島は港湾による処理が完了するまで日本軍が占領した状態が続きました。こうしてドイツの勢力が東アジアから一掃されたのです。次に南洋諸島の戦いについてです。ほぼ時を同じくして日本海軍はドイツ海軍を追撃し、ドイツ領の南洋諸島を占領しました。これらの占領は戦闘なしで行われ、占領後は司令部を置き、日本海軍の前進基地とされています。こうしてドイツの勢力がオセアニアから一掃されたのです。次に思想についてです。第一次世界大戦が起こると連合国側は、我々は国民が政治を行っている、一部の特権階級が政治を行っている同盟国は悪だと主張するようになります。つまりこの戦争を民主主義と専制主義の戦いであるとして、民主主義が正義で専制主義は悪だと意義づけたのです。こうなると連合国側についている日本も影響を受けます。当時の日本では民主主義を正当、専制主義を反発と置き換えて、一部の特権階級が政治を行っている反発政治は悪だと批判する風潮が高まっていきました。しかし大日本帝国憲法では天皇主権、国民主権の民主主義をそのまま日本で唱えることはできませんでした。ここで登場するのが東京帝国大学教授の吉野作造です。吉野作造は、もちろん主権は天皇にある。しかし政治は国民のためにあるべきだ。一部の特権階級の意向で政治を行うのはおかしいという理論を展開しました。つまり民主主義の考え方を日本風にアレンジしたのです。これが民本主義です。この考え方はたくさんの支持を集め、特権階級を攻撃する世論を高めていきます。その結果、人々は国民による政治を実現するために普通選挙、言論の自由、
政党内閣制の実現を求めるようになり、大正デモクラシーと呼ばれる民主主義的な風潮が広まっていきました。さて次は経済についてです。結論から言うと、第一次世界大戦によって日本は空前の好景気を迎えます。なぜなら第一次世界大戦の長期化により、ヨーロッパ諸国は戦争に付きっきりとなったからです。そうするとヨーロッパ諸国からの東アジア市場への輸出は減少します。その穴を埋める形で日本の商品が輸出される機会が増えて大儲け。第一次世界大戦前は約11億円もお金を借りていた日本が、戦争が終結する6年後には約27億円ものお金を貸す国に成長しました。これが大戦景気です。それだけではありません。世界中で武器、弾薬、船の需要が急増したことにより、連合国側からの注文が殺到します。特に海運業者や造船業者の中には、このブームで巨万の利益を上げ、いわゆる船成金と呼ばれる人が続出。日本の造船業はアメリカ、イギリスに次いで世界第3位になり、造船技術も世界のトップレベルに到達しました。こうして日本の産業は大きな発展を遂げたのです。最後に政治についてです。第一次世界大戦が始まった当初の総理大臣は大隈重信でした。大戦が始まったことを受けて政府は軍備を拡張すべきだと主張したものの、政党は軍備拡張にはお金がかかるとして反対しました。こうなると話が進みません。衆議院は解散され選挙が始まります。この選挙で大隈重信は大活躍します。レコードに演説を吹き込み、新聞社に大々的な広告を掲載。それどころか自分自身列車に乗り込んで列車から身を乗り出して演説をするという斬新な選挙戦術に出たのです。そのような大隈重信の巧みな選挙手法と個人的な人気も相まって、結果は大隈傘下の立憲同志会が大勝利。これまで長らく第一党の座を維持してきた政友会はついにその座を譲ることになりました。こうして大隈内閣は総選挙後の議会で念願の軍備拡張を実現させたのです。そんな大隈内閣の外務大臣は加藤孝明です。彼が満州の期限延長に取り組んでいきます。そもそも満州という土地は10万人の日本人の命と20億円の金と引き換えに獲得した土地。この頃には日本人にとって特別な土地だとみなされるようになっていました。そんな土地をもしも返還するとなると、日本国内で暴動が起きる可能性があります。なんとかして期限を延長させなければいけない状態だったのです。ここで注目されたのが山東半島です。ここを中国に返還しよう、代わりに満州の期限を延長してもらおう、そのような考えが浮かんできました。こうして加藤孝明はこの方針で話を進めていこうとしましたが、加藤のもとへは各方面から様々な要求が持ち込まれてきます。その中には山東半島は返還しないという要求も含まれており、膨大に膨れ上がっていきました。これらの要求を吟味整理してまとめていった結果、中国に対する要求は全部で21か条になりました。対価21か条要求です。この要求は大きく分けると5つに分けることができ、第1号から第4号までは要求事項、第5号は希望事項とされていました。第1号は山東問題で、ドイツが持っていた山東省の権益を日本が継承すること。第2号は満州問題で、両東半島や南満州鉄道の租借期限を99カ年延長すること。第3号は製鉄会社に関する問題で、中国最大の製鉄会社を日中共同事業とすること。第4号は領土問題で、中国沿岸部の不活上を求めていました。これらの要求は強圧的なものではありましたが、当時欧米列強が行っていた外交と比べて際立っていたとは言えない内容でした。なのでここまでであれば中国国内からの抵抗は予想されるが、欧米列強からするとそこまで問題のないレベルです。しかし問題だったのは希望事項の第5号でした。第5号では中国政府の政治、財政、軍事顧問としての日本人の採用など様々なことを求めており、中国を日本の保護国にしようとしていると取られても仕方のない内容でした。要求ではなく希望としていたことからも、この第5号はやばいと認識していたことがわかります。ということで欧米に対しては第5号の存在を隠していました。この膨大な要求に中国は強く抵抗します。まず遠征外はその要求内容を中国国内に暴露すると、日本への批判が巻き起こり反日運動に発展していきます。
さらに遠征外は海外に対しても要求を暴露、日本に対する不信感を煽って欧米からの介入を招こうとしました。特に第5号の存在がバレたことは日本の立場を悪くしました。そのため加藤孝明は第5号を除く全ての要求を受け入れろ、さもなくば軍事行動に出ると中国に伝えます。この頃の中国には自力で日本と戦争するだけの力はありませんでした。かといって列強は第一次世界大戦に付きっきりなので援助を得ることもできません。こうして中国は要求の大部分を認めるのです。さて国内の話に戻りましょう。反発勢力からすると軍備拡張を実現したら大隈重信は用済みになります。ということで山県有朋は大隈重信に辞任圧力を加えていき、自分の部下にあたる寺内正武を次の総理大臣にしようとしていきました。対する大隈重信は加藤孝明を自分の後継者として考えており、譲ってもいいが加藤孝明を総理大臣にしろと粘っていました。そんな大隈を見て山県有朋は、総理大臣は元老会議で決める、お前は元老じゃないだろうと言って激怒。こうして反発勢力を後ろ盾とする寺内内閣が成立したのです。こうなると大隈重信も黙ってはいられません。大隈系の政党を合同させ、約200名の大政党県政会を組織しました。もちろん党首は大隈重信になってもらいたいところですが、大隈はすでに78歳、党首就任はきつい年齢です。ということで大隈は引退し、その後継者と見られていた加藤孝明が党首となり、県政会がスタートします。さて県政会が誕生し、寺内内閣が発足しました。となると注目が集まるのが、もう一つの政党である立憲政友会がどのような行動を取るかです。当時の総裁は原敬。彼は反発の寺内内閣を援助したら反感を買うだろう、しかし新しく発足した県政会も抑えておきたいと考えて慎重な立場を取っていきました。表向きは寺内内閣との連合はせず、反感を買わないようにしながら裏で援助することで県政会を抑えるという方針を取ったのです。さてそうなると寺内内閣がすべきことは衆議院の解散でした。なぜならこの時の衆議院は大隈重信の圧倒的人気もあって県政会が3分の2という絶対多数を占めていたからです。寺内内閣としては県政会よりも裏で援助してくれる立憲政友会の方が助かります。ということで寺内内閣は衆議院を解散。こうして行われた総選挙で政友会は第1党に返り咲き、県政会は第2党に追い落とされました。こうしてある程度政権運営がしやすくなったものの、寺内正武は次なる一手を繰り出します。今は戦時中だ。挙国一致内閣を目指さなければならない。もっと政党を味方につけるべきだ。そう考えて設置したのが臨時外交調査委員会でした。この臨時外交調査委員会はその名前の通り臨時で設置された外交を調査するための委員会です。この委員会に第1党立憲政友会総裁の原敬と第2党県政会総裁の加藤孝明、そして第3党国民党総裁の犬養毅を誘い入れます。つまり反発と政党が協力する挙国一致体制を作ろうとしたのです。結局原敬と犬養毅は参加しましたが、加藤孝明は違憲の疑いがあるとして不参加だったため挙国一致とまではいかなかったものの、立憲政友会と立憲国民党を合わせれば衆議院の過半数を確保することには成功。寺内内閣は安定していきます。こうして寺内内閣は大隈内閣の頃に行われた大化21か条要求を批判し、混乱していた日中関係の方針転換を行います。中国の内政には干渉しない、中国の独立領土保全を尊重するという方針を決定したのです。しかしそれは表向きの話で、裏ではちょっと違いました。武力での干渉はやめてお金での干渉をするというのが実態に近いです。つまり中国にお金を貸すことで中国における日本の影響力を強めようとしていました。西原借款です。さて西原借款の話をする前にこの頃の中国の状況を説明します。当時の指導者である遠征外は一時皇帝になると宣言して中国の皇帝になろうとしましたが、国内外から反発を受けて失敗、失意のうちに死んでしまっています。すると権力者を失った中国は分裂をはじめ、軍閥と呼ばれる軍事指導者が各地で独立した支配を行うようになりました。その中でも日本が中国政策のパートナーとして選んだのは
段祺瑞という人物で、この勢力に対してお金を貸して中国における影響力を強めようとしたのです。その金額はその後わずか1年半の間に1億4500万円という額まで膨れ上がり、これらの資金はほとんどが段祺瑞の軍備強化に使われています。さて、第一次世界大戦も終盤に差し掛かってくると、2つの大きな出来事が起こります。1つ目がアメリカの参戦、2つ目がロシア革命です。それぞれが世界中に影響を与えており、もちろん日本にも影響を与えました。日本では石井ランシング協定が結ばれたり、シベリア出兵が行われたりしています。順番に見ていきましょう。アメリカの参戦によって日本とアメリカは連合国として味方同士になりました。こうなると当時緊張していた日本とアメリカの関係を改善するチャンスです。ということで、このタイミングで石井ランシング協定が結ばれました。この協定では日本の中国に対する特殊権益、中国領土の保全、中国に対する商業上の門戸開放、機会均等などを取り決めており、一時的に日本とアメリカの緊張は緩和されます。次はロシア革命です。日本にとってロシアの崩壊は衝撃の出来事でした。なぜならロシア革命というのは皇帝を引きずり下ろして労働者の国を作るという革命だったからです。もしもその考え方が日本に伝わってくると、天皇を引きずり下ろして労働者の国を作ると考える人が現れる危険性がありました。日本政府は何としてでも革命思想が波及することを止めなければならない、そのような危機感を持っていました。しかしそれと同時にロシアの混乱は大陸進出の絶好の機会とも思いました。こうして国内ではロシアの混乱に乗じて大陸に進出しよう、東シベリアを日本の勢力下に置こうという出兵賛成派と、そんなことをしたらアメリカが黙ってはいない、アメリカとの関係を重視するべきだという反対派が対立するようになりました。しかしそんな時にアメリカがシベリアに出兵しないかと持ちかけてきました。当時ロシア領内に連合国側の軍勢が取り残されており、彼らを助けようと提案されたのです。なんとアメリカから話を持ちかけてきてくれたので、日本にとっては願ってもいない話です。こうして日本は大軍を派遣、これがシベリア出兵です。しかし兵を動かすとなると米が必要です。日本国民もそれは分かっていました。すでに戦争で米の値段が上がっている、ここからさらに米の値段が上がるぞ、そう考えたお金持ちたちは米を売らなくなったり買い占めたりしていって、米を買えない人が出てきます。ついに我慢の限界となった人々は米屋に押しかけて安く売るよう要求、言うことを聞かないと焼き討ちにすると脅して騒動は各地に波及。この運動はたちまち全国に広がり、各地で群衆が米に関する商人や会社を襲撃するようになります。米騒動です。政府は外国から米を輸入したり、米の安売りを行ったりしてようやく騒動を鎮めましたが、その鎮圧には軍隊を出動させるほどの騒動でした。民衆たちの怒りはシベリア出兵を決めた寺内内閣への批判となり、寺内正武はなんとか米騒動を鎮圧した後に辞職に追い込まれてしまいます。その米騒動で大変な時期に野党として寺内を助けていたのが立憲政友会の原敬でした。寺内正武もそれに恩を感じていたのでしょう。次の総理大臣は原に譲りたいと考えていたのです。実際当時の政治の世界では次の総理は原敬だろうと考える人が増えており、山形有朋さえも民衆たちの怒りを鎮めるために原敬を次の総理大臣に選ぶことに同意せざるを得ないという状況でした。こうして日本初の本格的な政党内閣である原敬内閣が成立するんです。さていかがだったでしょうか。こうして原内閣が成立した約1ヶ月後、ドイツの降伏により第一次世界大戦は終了します。ちなみに日本のシベリア出兵は完全な失敗に終わっており、10億円もの経費と3500人の死傷者を出してほとんど成果を上げることはありませんでした。何はともあれ第一次世界大戦の影響を受けて日本でも本格的政党内閣が樹立されます。ということで次の動画では原敬についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。